机の上でガバッと開くんですね。それ自体がモニターになるんですよ。何より軽くて薄い、動かさなくていいんですよ。で、なぜこういうスタンドがおすすめなのかっていうと、こんにちは、トバラグです。今回はですね、ちょっとね、新生活が始まったタイミングということで、ノート PC にね、おすすめのアクセサリーとか周辺機器類を紹介していこうと思います。結構前にもね、こういう動画撮ったんですけど、2年ぐらい経ってだんだんね、持っているものとかおすすめのものが変わってきているので、このタイミングでね、ちょっと紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでね、早速紹介していきます。今回はね、MacBook と Windows 両方でね、使えるアイテムを厳選して紹介する感じですね。ちなみに今回はノート PC 向けのおすすめというところで、基本的にね、こういう感じでバックパックとかに入るようなアイテムを厳選して紹介していきます。紹介したものたくさんあるんですけど、まずはやっぱりこちらですね。無印良品のガジェットポーチ。もう1年以上は愛用しているものなんですが、今回紹介していくアクセサリーとか周辺機器類は基本的にね、ほとんどここに収納されています。世の中ね、ガジェットポーチたくさんあるんですけど、このガジェットポーチのいいところは、まずね、1000円以下で購入できるっていうところですね。機能性はね、本当に必要最低限っていう感じで、クッション性がめちゃくちゃあるわけでもなく、サイズ感もね、結構この一択だったりするんですけど、1000円以下で購入できる専用のポーチというところが、結構いいところですね。で、こうやってガバッと開けると、こんな感じで机の上でガバッと開くんですね。なので、こうやって例えばね、モバイル作業、カフェでもオフィスでもいいんですけど、こうやってね、パソコンを開いて作業をしている時とかに、こうね、すぐに使いたいアイテムを取り出せるっていう。で、カラー展開もブラックと僕がね、好きな結構このグレイ調のものの2種類があるので、いろいろね、ガジェットを白で揃えたい僕としては今のところこれを使っているって感じです。ガジェットポーチっていうアイテムは世の中にたくさんあるんですけど、こんな風にね、ガバッと開いて、かつ一つのポケットにバンバンね、いろいろ入れられる、なんかね、整理しすぎてない感じが使いやすいところかなと思います。一発目からね、ちょっと周辺機器っていうよりはポーチっていう感じの紹介なんですけど、そういうね、細かいアイテムを収納するのにちょうどいいので、これはおすすめです。はい、続いて紹介していくのはもうね、定番ではあるんですけど、昨今のノート PC で作業するのに欠かせない USB ハブですね。こういう USB ハブって普段ね、 PC をあんまり使わないっていう人でも持っておいた方がいいですね。例えば MacBook だったらアクセサリーを使うためのポートが USB-C っていう規格のやつ2個だけなんですね。これはね、もうしばらくずっとこういう流れが来ていて、だいたいどこのノート PC を買ったとしてもこういう感じなんですが、世の中にはね、こういう USB Type-A っていう規格だったり、あとね、モニターに接続する際に HDMI っていうポートを使ったり、あとこういうカメラで写真を撮る人だったら、こういうね、SD カードっていう規格のものをね、この MacBook に差し込んで読み込ませたりするわけですね。最近はね、この USB-C に直接こうやって接続ができるアクセサリーも増えているので、自分のね、環境で使うだけなら必要ないかもしれないんですけど、学校とかオフィスでこういうのをね、接続したいっていう時にこれがないとめちゃくちゃ困るんですよね。で、こういうハブは例えばね、これはアンカーの 655USB-C ハブっていうやつで、結構ね、1万円近くぐらいして高いんですけど、かなりね、高機能なものが備わっています。こんな感じでノート PC を充電しつつ、あとね、モニターにも接続して、でさらにね、DVD プレイヤーとか、あとハードディスクをね、接続して、一つのポートだけを使っていくつかのね、周辺機器類が接続できる点が便利ですね。こっちを見るとね、SD カードリーダーとかマイクロ SD、あとね、さっき紹介した USB-A のね、ポートが2個接続できるようになっています。僕が持っているハブは結構ね、高性能なものなんですけど、自分はどういうポートを使うかなとか、ここまでね、性能は必要ないかなみたいなのを考えた上で購入するのがおすすめですね。とはいえ大は小を兼ねる系のアイテムなので、一番ね、こういう、高性能なものを買っておくことがベターではあります。で、こういう USB ハブってやっぱりね、形あるものなので、だいたいね、1年ぐらい経つと接続がね、不安定になったりするんですよ。割とね、壊れやすい周辺機器ではあるので、個人的にはね、アンカーとか、割とね、有名な会社の保証がちゃんとしっかりあるものから選ぶことをお勧めしたいと思います。経験上 Amazon でめちゃくちゃ安く売ってるものとかは本当にね、2ヶ月とかで壊れちゃったりしたこともあるので、そういう経験からね、僕はこちらを使っています。
はい、続いて紹介したいのはちょっとね地味なアイテムではあるんですけど、マイクロソフトのナンバーパッド、いわゆる10キーですね。これめちゃくちゃいいんですよ。見た目のデザインもすごいシンプルで可愛い感じだし、これね何より軽くて薄いんですよね。こんなに軽くて薄いので、例えばねさっき紹介したこのガジェットポーチとかにもスッてもうこんな感じで収納ができるんですよ。数字のキーに関してはねこの上の部分でも押せるんですけど、点キーがあることによって例えばね Excel のデータ入力だったり、計算するものだったりがすごい楽になるんですね。個人的にはねやっぱりこういう点キーの方が Excel とかのデータ入力もすごい楽だし、ちょっとしたね計算もすごいしやすいんですね。でなおかつ僕の場合だとねこういう動画編集とかもこのね左手キーボードとして、キーを割り当てて、これでサクサクショートカットキーを使いながら動画編集をするっていうのをやるんですね。そういう用途でめちゃくちゃ頻繁に使うわけじゃないんだけど、このサイズだったらいつでもね使いたい時にこうガジェットポーチに入れておいて使えるっていうのが魅力で、このね点キーを愛用しています。ちなみにね自宅だとこういう大きめの点キー使ってるんですけど、これはね持ち運びが大変なので、このマイクロソフトのナンバーパッドは持ち運び専用っていう感じですね。マイクロソフトなので Windows 用のアクセサリーではあるんですけど、一応ね簡単な数字入力とかそういうのは MacBook でも対応しています。いくら便利なノート PC もバッテリーが切れたらただの鉛というわけで、僕は普段充電用にこういうね充電ケーブルとコンパクトな充電アダプターを持ち歩いています。これに関してはアンカーの 30W 給電ができるやつで、本当にね買ってから 2,3 年経っているんですけども、この薄さでかつねプラグ部分もね収納できるっていうコンパクトさがやっぱ魅力的なんですよね。で基本的にね 30W なので、MacBook Air とかさっき紹介した M1 の MacBook Air とか、あとWindows PC でもね 30W 給電ができるものであれば、これで十分充電ができるかなっていうところです。ノート PC によっては本当にね 45W、65W、80W、100W みたいな感じでどんどんね強いものが必要になったりもするので、この辺はね自分が持っているノート PC どのぐらいパワーが必要なのかっていうのを見極めた上で購入するのがおすすめですね。もちろんね純正のものを持ち歩いてもいいんですけど、例えばね純正のものは自宅に置いとく、そして持ち運び用に別で持ち歩くっていう使い方の方がなくさないし、2個あるとね安心感もあるので、そういう意味で別で購入しています。でケーブル選びに関してもこれはね3メートルぐらいある USB-C の充電ケーブルなんですけど、3メートルぐらいあると本当にね近くにコンセントがないみたいな休憩室とかそういうラウンジみたいなところでも気軽にねノート PC 充電しながら使うっていう点で、こういうね長いケーブルが一つあるとおすすめです。はい、続いてめちゃくちゃ地味なんですけど、メガネクリーナーは一つね持っておくとめちゃくちゃいいです。ノート PC の画面とかってめっちゃね光沢感あって指紋つきやすいのに、結構ね柔らかい素材でできてるから、こういう適当な場所で拭くと本当にね傷がすごい無数についちゃうんですよね。それでいてこうやってこすってもなかなか落ちないっていうのがあるので、ちょっとこういうウェッティなメガネクリーナーを愛用しています。本来はねメガネ用のものなんですけど、結構ねぬるっとしている素材感で、こういうこびりついたやつも薬品がねちゃんとついているから比較的結構綺麗にね落とせるんですよ。ちょっと拭くだけでも随分ね綺麗になったと思います。さっきも言った通りノート PC の画面って結構傷がつきやすいので、例えばね何回も繰り返して使う系だとそのねホコリとかチリとかがついた状態でこすっちゃってなんか傷になるっていうのがあるので、基本的に画面を拭くときはこういうね使い捨てタイプの方がおすすめかなと思います。はい、続いてねおすすめしておきたいアクセサリーがこちらですね。ポータブル SSD、 これがね一つあると結構便利です。こんなにコンパクトなので、こうやってねこういうガジェットポーチにもすごい入れやすいアイテムですね。最近だとねやっぱりクラウドに保存するのが主流だったりするんですけど、重たいね動画ファイルとか、あとパソコンに取り込んだカメラのデータとかですね、こういうノート PC の中にもストレージってあるんですけど、重たいファイルとかをねどんどん保存してると、この本体の容量が本当にねどんどん少なくなっていって動作が重くなるとかがあったりするので、そういうね頻繁に使うわけじゃないけど保存しておく必要があるデータとかを収納しておくのに
ちょうどいいです。SSD の場合本当にね一昔前の USB メモリーぐらいのサイズで持ち運べるし、でなおかつ転送速度もめちゃくちゃ速いので、この中に入れた状態で動画編集をしたりとか、写真を読み込んだりとかがしやすいんですね。クリエイティブツールとか使わないよっていう人でも、家族とかね子供の写真とか動画とかを、クラウドにアップすると毎月の料金すごいかかっちゃうんですけど、一旦ねこっちに動画を逃がしておけば、追加料金必要なくねいつでも見たい時にデータ通信を使わずに見られるっていう点で、そういう用途でも個人的にはおすすめしています。で僕はね2テラのモデルを2万5,000円ぐらいで購入しているんですけども、500ギガだったら1万円ぐらいで購入できるので、こういうのはねおすすめです。はい、あとはね至る所でも紹介しているんですけど、トラックボールですね。またかよっていう感じはすると思うんですけど、トラックボールこそね本当に持ち運び用の、なんかマウス的な感じですごいおすすめなんですよね、個人的に。こうやって見るとちょっと厚さもあってかさばる感じがするので、持ち運びにはね向いていないような気もしてしまうんですけど、このねトラックボールめちゃくちゃいいのって、一回ここに置いたらもうこのまま動かさなくていいんですよ。マウスだとねある程度こうやって動かすためのスペースが必要なんですけど、トラックボールだと本当にねなんなら膝の上でもいいぐらいね、こうやってただぐるぐるとするだけで操作ができるので、この辺はねすごい使いやすいですね。これを持ち歩くんだったらトラックパッドでいいじゃん、これ十分快適だよって話でもあるんですけど、割とねテキストワークだったら全然これでも問題ないんですが、ちょっとね絵が動くとかなんか 3DCG 的なのとか動画とか写真とかそういうのをね動かす時には割とこれずっと使ってるとね、ここの辺がちょっと腱鞘炎っぽく痛くなってきちゃうんですよね。っていう点で比較的ノート PC で長い時間作業する、しかも手がちょっと違和感あるんだよなみたいな人は本当にねこういうトラックボール、1万円以下で購入ができるのでおすすめです。詳しくはね過去に動画を紹介しているので見てみてください。はい、こういうねトラックボールを紹介したってことは、トワログのね昔からの視聴者はなんとなく来るだろうなって予想してくれてる人もいると思うんですが、続いてはね Bluetooth キーボードですね。僕が愛用しているのがこれね4万円ぐらいする HHKB っていう本当にでかくて分厚くて持ち運びに適してはないけど、だけどね打ち心地はめちゃくちゃ最高っていうものなんですけど、今回はねこの HHKB をおすすめするっていうよりかは、外部のねこういうキーボードが一つあるといいよっていう感じの話ですね。ノート PC のここにねキーボードがついているのになんでわざわざ別途ねキーボードが必要なんだっていう話なんですけど、この辺はね割と好き好きというか趣味みたいなもんなんですが、これがあるといいところ一つ目としては、結構ねこういうノート PC ってストロークが浅いんですよ。ストロークが浅すぎてずっとねこう1日8時間とか入力しているとかなりねこの辺が疲れてきやすくなるんですね。そういうのを割と緩和するためにこういうねストロークが深い外部のねキーボードを僕は使っているっていう感じです。僕の話で言うと会社員時代はね1日8時間とかノート PC で入力していて、かつね副業でブロガーもやっていたので1日2万字とかね文字入力をしていたんですよ。それでこの辺が結構疲れてきて、そういうタイミングでこれにしたらねそういう悩みがほとんどなくなったので、体への負担がやっぱりね軽減されるっていうのが一つと、でメリット2つ目としては外部ディスプレイを使った時に MacBook をね閉じたり別のところに置いて作業しやすくなるっていう点ですね。その利点に関してはこの後ね外部モニターの話もするので、その時にね紹介します。前にも話したんですけど、こういうねトラックボールとかキーボードとかって直接人間が手で触れるものなんですね。なのでガジェットっていうよりかは割とねスポーツ選手の道具みたいな扱いで、結構ね体に馴染むものをずっと使い続けた方が、作業効率的にもいいし、長期的に見ると負担もね少ないんですよねっていうところで、こういう外部の Bluetooth キーボードとかこういうねトラックボールはおすすめしています。これについてはね前にも動画で紹介しています。っていう感じで別途ねこういう HHKB とかゲーミング系のストロークがね深めのキーボードとかは個人的におすすめですね。はい、続いてはねこれノート PC 用のね高さの出るスタンドですね。これに関してはね重たいんで持ち運びっていうわけではない、だけど持ち運ぼうと思えば持ち運べるっていうものです。このスタンドトワルブ結構前から紹介してるんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。見てわかる通りこういう感じのスタンドなんですけど、ここにノート PC をこうやって置いて
で、さっき紹介したキーボードとかトラックボールをこの下に置くとめちゃくちゃ作業が快適になります。ちょっとね高さとか角度合わせるとこんな感じですね。で、なぜこういうスタンドがおすすめなのかっていうと、結構ねノート PC ってこういう感じじゃないですか。こうやって置いとくとかなりね顔をこう下にしないといけないですよね。首の角度を普通人間ってこれが一番自然でね、この首のところにちゃんと頭の重心が乗ってる感じなんですが、ノート PC を使うときはちょっとね前傾になるんで首への負担がめちゃくちゃかかるんですよね。なのでストレートネックになったりとか、あと社会人になってから急に肩が凝り始めたとか、僕がねその一人なんですけど、そういうのをできるだけ軽減するために、高さをね出してこう自然な首の角度にするために一番いいのがやっぱりねこういう PC スタンドっていうわけなんですね。会社とかだとね割とモニターが用意されていて、そこにねこう USB とか HDMI で接続するとねちゃんとした角度で首が使えるっていうのもあるんですけど、例えばねそれと組み合わせる時もこうねキーボードとマウスを別途用意しておいて、このモニターの高さと同じぐらいの位置に MacBook をねこうやって置くとデュアルディスプレイが一つの外部ディスプレイでできるっていう、この使い方もかなり最高です。ただ難点としてはノート PC 自体の高さも出ちゃうので、こうやってね文章入力するとめちゃくちゃここが凝ります。なのでそういう用途で別途ねこういうキーボードとかマウスがあると快適にねこうやって作業ができるっていうわけですね。でこれとはねまた違った用途で、僕はねこのノート PC の後ろにちょっとだけ高さと角度が出るこういうスタンドをつけています。これもね結構おすすめですね。これはどういうものかっていうと、こうやって置いた時に若干ね角度が出るので、こういう備え付けのキーボードでちょっとねなんかカチャカチャって打ちたいっていう時に、ここのね肘から PC のこの角度に対してのなんか傾斜が緩やかになることで、ちょっとね体への負担が柔らかくなるっていうところと、あとこれめちゃくちゃ強いマシンで本当にね排熱が本当に必要なので、その排熱を効率よくさせるためにここからね空気を吸い込みやすくするためにこれでね角度をつけてるっていうわけですね。M1MacBook とかだとこういうね排熱対策みたいなのは必要ないと思うんですけど、こういう大きめのゲーミングノート PC とか Windows PC とかだと割とね熱くなったりもするので、こういうのを導入するのも一つの手かなと思います。でさっきねキーボードの流れでも紹介したんですけど、モニターがあるとやっぱり便利ですね。で今回はねちょっと持ち運びっていうくくりがあるので、モバイルモニターをね簡単に紹介しようと思います。そもそもね外部モニターがあると何がいいのかっていうと、普通にねノート PC の画面1枚で作業をすると、ここでね例えばいい感じの記事とかなんかテキストで情報を書いていて、でこっちの画面から情報を拾ってまたね得た情報をこっちにねコピペしていくみたいな、こういう作業とかが結構ね頻繁に起こるわけなんですけども、画面がね2つあればさっきみたいにいちいち画面をスライドすることなく2つのね情報を一度に見ることができるんですね。で例えばねこっちで得た情報をコピペしてこのノートに貼り付けるとか、あとファイルエクスプローラーを開いてドラッグ&ドロップで必要なファイルをすぐにね移動するみたいな、そういうのがすごいやりやすくなるんですよ。そういう意味でもね外部モニターが1つあると便利っていう感じですね。で個人的におすすめの選び方は、ノート PC と接続して使うのであれば、さっきね紹介した USB-C ケーブル1本で接続しつつ給電もできるっていうものがおすすめですね。でモバイルモニターもねいろいろな種類があって手元にいくつかあるんですが、一つはねこの 4K の14インチのモバイルモニターですね。これはほぼほぼね MacBook と同じぐらいのサイズ感なので、このままねバックパックに入れて持ち運べる。そして14インチ 4K なので結構ね高解像度でいろいろな作業に使えるオーソドックスなやつです。こっちにバッテリーとかが入ってるわけじゃなくて、本当にねこうやってUSB-C ポートを挿すと、MacBook の中のバッテリーからこっちにね給電してくれるっていうものです。もちろんね MacBook だけじゃなくて対応するね Windows PC でも同じことができます。でしかもね USB-C ケーブルで Nintendo Switch に挿せばそのままドックなしでねスマブラが遊べるっていうやつですね。難点としてはちょっと重たいので長期出張用って感じですかね。でちょっとね変わり種的な感じでトバログの動画に最近出てるんですけど、この縦型のねモバイルモ
ニターですね。このまま USB-C ケーブルを挿せばスラックの画面とか Twitter のタイムラインはもちろん、最近だとねチャット GPT をめちゃくちゃ使ってるんですけど、そういうのを使う時に、MacBook とこれをね一つだけ持っていくと結構ね軽量で、かつね情報量も広く表示ができるのでおすすめです。詳しくはねちょっと前の動画見てみてください。こういうねモバイルモニター一つあるとすごい便利なんですけども、どうしてもね他の周辺機器と比べると若干ね優先順位は下がるかなって感じですね。そもそもねこういう自宅にデスクがあれば、モニターがねあるっていう人もいるだろうし、オフィスでねモニターを使ってるっていう人もいると思うので、この辺はね本当に必要な人が買うっていうイメージですね。で個人的にねおすすめしたいのは iPad を外部モニター化するっていうところですね。こういうねモバイルモニターって導入するのにお金もかかるし、ちょっとね躊躇したりするんですが、 iPad ならねすでに持ってるっていう人たくさんいると思います。で iPad でどういう風に接続するかっていうと、 MacBook だったらね純正のサイドカーっていうツールで、無線でねそのまま接続できるし、で Windows PC も Duet っていうアプリを使えばそのままね有線接続して、実はね外部ディスプレイ化できるんですね。外部ディスプレイいきなり買うのはちょっとあれだけど、 iPad なら持ってるっていう人はぜひね試してみてほしいです。結構使い勝手いい感じです。で、PC アクセサリーとしてわざわざね買うっていうものではないんですけど、実はねこのエンリアルエアっていう、AR グラス、これね外部ディスプレイ化できるんですよね。これすごいですよ。これちょっと前の動画でも紹介したんですけど、実はねこのグラスの中にディスプレイが埋め込まれていて、でここにね有線ケーブルを挿し、これをねこうやって装着すると、ここにね目の前に結構デカめのフル HD のねディスプレイが現れるんですね。これ自体がモニターになるんですよ。これね外部モニターほどおすすめできるわけじゃない、結構ねニッチめなガジェットなんですけど、このロマンと実用性を意外とねバランスよく兼ね備えてるアイテムなんですね。まだベータ版なんですけど、 MacBook だとこれ3画面対応するんですよね。こうやって装着してアプリを立ち上げたら、こことこことここにねディスプレイが3つあって、こうやって首を振れば3画面で作業ができるんですよね。解像度とか快適さはね物理に劣るんですけど、つまりねこういうことがこのバーチャル空間でできるっていう点で、これはねロマンがあるし、意外とね試してみてほしいですね、皆さんに。で3画面とかは今のところね Mac のアプリしか対応してないんですけど、普通にね Windows PC に挿せばこれもねそのままディスプレイとして拡張できるので、こっちとこっちの2画面体制で作業ができますね。でも一応こういう動画なんで、どんなところでメリットがあるのっていうと、まずはねやっぱりこの持ち運びやすさですよね。軽くて 79g しかないので、こういうケースに入れてそのままねバックパックに PC と一緒に持ち運びやすいっていうのが一つと、あと新幹線とかカフェでなんかコンフィデンシャルな資料とかを読んだり作業したりって結構しんどいじゃないですか。なんか横でこうチラッと見られて、なんかね秘密がバレたら損害賠償請求とかになっちゃうと思うんですけど、でそういう時にこっちのディスプレイをオフにしてこのね画面の中だけで見るようにすれば、ある程度はねすごい変な人に見られちゃうかもしれないんですけど、新幹線とかでそういうね資料を読んだり作成したりっていうのができるっていう点がメリットですね。あとは単純にロマンがあって面白いっていうところです。余談なんですけど、作業環境として本当にね未来があるのはおそらくねこういう VR 空間の中だとは思うんですけど、現状ねバッテリー持ちがあんまり良くなかったりとか、ちょっとねソフトウェアの起動したりとか、そういうちょっとしたバグでフリーズするとかがあって、今のところ人におすすめしやすいのはこのね AR グラスっていう感じですね。はい、というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。皆さん気になったアイテムなどありましたでしょうか？というわけで、今回はね、ちょっと持ち運べるアクセサリーって感じだったんですけど、次とかにね、多分デスク周りでおすすめのアイテム、ワークアイテムみたいなのも紹介していくので、ぜひね、チャンネル登録もしていってください。はい、というわけで今回はこれで終わりにしようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。とばログでした。